皆さんごきげんよう、上川薫です。今回もまた様々な国際情勢のニュースについて取り上げていきます。日々流れているニュースの中で、今後につながるような話様々出ているので、ぜひともポイントを押さえていってください。そうすることによって今後何が起こるかの予測にも必ず役に立ってきます。まず最初に取り上げるのは日本のこと。トランプ氏の発言。いかなる環境下でも日本はアメリカを守らなくていい。誰が取引した？トランプ大統領はワシントンの大統領執務室で記者団の取材に応じ、日米安全保障条約の偏無性を批判した。きっかけは記者団から飛んだNATO に関する質問だった。トランプ氏の主な発言内容は次の通り。記者団から NATO 諸国が国防費を十分に支出していない場合、アメリカは NATO 諸国を防衛しないかと聞かれて、常識だと思うがどうか。彼ら NATO 諸国が支払わなければ、私は彼らを防衛しないだろう。私がそう言ったら NATO の義務に反していると言われた。私はみんなのことをよく知っている。私の友人たちだ。しかし、アメリカに何か問題が起きれば困ったことになると言ってきた。フランスにも他の国々にも彼らが駆けつけてアメリカを守ってくれると思うか。彼らはそうすることになっているが、本当にそうするかはわからない。日本とは非常に興味深いディール、取引を結んでいる。私は日本が大好きだ。我々は日本と素晴らしい関係を持っている。しかし、アメリカは日本を防衛しなければならないが、日本はアメリカを防衛する必要はない。知っているか？そういう内容になっている。ところで、日本は我々と組んで大儲けをしている。アメリカは日本を守らなければならないが、いかなる環境下でも日本はアメリカを守らなくてもいいのだ。私が聞きたいのは、誰がこういうディールを結んだのかだ。トランプ大統領は基本的には歴史的な流れでこうなったんだよといったいわゆる正論は通じません。現時点においてアメリカの方が損をしているといった今、そしてこれからのほんの短い期間における損得感情で日本に対する不満を述べています。そもそも日米安全保障条約というのは日本とアメリカ双方の話し合いの中で決められたものであり、何か日本側の方が一方的にアメリカ側に対してこの要求を突き通して日本だけが得をするように作られたわけではありません。そもそも日本各地には米軍基地が点在し、それがアメリカにとってのアジア太平洋戦略上の一大拠点となっています。他国にこれだけ多くの米軍基地が存在し、しかも置かれている米軍基地の費用負担をかなり日本はしています。アメリカも世界各地に基地がありますが、これほど現地国の政府から大金を得ている場所はありません。ちなみに石破総理はこうしたトランプ大統領の発言に対して日本は基地を提供しているというその義務を負っており、決して不平等条約のようなものではないという反論を行っています。ただ、今回のトランプ大統領の発言では話の前段部分である NATO 諸国との関係を日本にも当てはめて考えなければなりません。トランプ大統領はヨーロッパ各国が十分に自分たちの身を自分で守れない状態であることから、これを非常に不平等なものだとして批判を行い、そして十分に自分の身を守れない国々に対しては、アメリカがなんで助けるんだというような不満を述べています。そもそも NATO の条約というのは相手国が頑張るか頑張らないかではなく、もうみんな同盟なんだからみんなで守ろうという精神のもとにできているものであり、条約の中で軍事費をどのくらいの割合で予算を作りなさいといったことが義務付けられているわけではありません。トランプ大統領がそのことを不満に思うのであれば、NATO の基礎的な条約の中にGDP 比何%の軍事費を確保することを盛り込む必要があるでしょう。そしてしっかりとした条約が作られている中においても NATO 諸国に対して不満を述べているトランプ氏ですから、日本に対しても同様の不満を持つのは避けられません。このことについては以前からお話ししていますが、やっぱり日本にも批判の矛先が向いてきたかという感じです。日米安全保障条約という条約という形になっていたとしても、それがトランプ大統領にとっては過去の遺物であり、自分が結んだものじゃないんだから、なんでこれを守らなければならないんだという意見表明はいずれ出るだろうということを前提として、日米安全保障条約、今はあるが将来的にはわからないぐらいな感じで、日本は自分で自分の身を守れるような憲法体制、軍法の制定、自衛隊ではなく軍隊としての再軍備計画などを進める必要があるでしょう。これと合わせて諜報部門においては
対スパイ法を制定し、本格的な諜報機関を作るといった一連の流れを整える必要があります。これは何も目新しい話ではなく、いつかやらなければならなかったけれども、ついにその時は日本にもやってきたぐらいの感覚で見た方が良いと私は思っています。条約があるからといっても、いざとなればトランプ大統領がアメリカ人の血を流すに値しないといえば、アメリカ軍は動かない。このぐらいの感じで見ておいた方が良いのです。さて、トランプ大統領の言動、様々なところで影響を与えています。例えばヨーロッパに対しては軍備をしっかりと整えろという話ですし、ウクライナに対しては停戦協議を受け入れろといった圧力が強くかけられているところです。さて、そんなウクライナの主要人物の一人で、ザルジニー元司令官の名前が挙がります。彼の最近の言動をご紹介しておきます。アメリカは世界の秩序を破壊。ウクライナ軍前総司令官が批判。ウクライナ軍の前総司令官で、現在駐イギリス大使を務めているバレリー・ザルジニー氏は、アメリカは世界の秩序を破壊していると批判し、アメリカがロシアに歩み寄ろうとしていると警告を発した。ザルジニー氏は、イギリスシンクタンクの王立国際問題研究所のイベントに出席し、悪の枢軸やロシアだけではなく、アメリカも世界の秩序を破壊していると述べた。ザルジニー氏はまた、トランプ大統領がロシアとの対話を再開し、ウクライナやヨーロッパを蚊帳の外に置くなど、アメリカ政府は西側諸国の結束を疑問視していると指摘。NATO が近い将来存在しなくなる可能性や、ヨーロッパがロシアの次の標的になる恐れがあるとの考えも示した。ザルジーニー氏の発言は、ウクライナとアメリカの首脳会談が先月末に決裂し、その後、ウクライナが関係の修復を図ろうとしている中でのものだ。首脳会談の決裂を受けて、アメリカはウクライナへの軍事支援と機密情報の共有を停止した。トランプ大統領が、次から次とロシア寄りの発言を続けることによって、かえってゼレンスキー大統領のウクライナ国内での支持率は上がっています。しかし、プーチン大統領は以前からゼレンスキー大統領の追放といったものを求めていますし、トランプ大統領はゼレンスキー大統領に対して選挙なき独裁者だとして他の人物に変わるようにと圧力をかけています。じゃあ、ゼレンスキー大統領以外どのような人物が有力候補者か、その中で名前が挙がるのがザルジニー氏です。ザルジニー氏は前ウクライナ総司令官で2022年からの本格的なロシア軍の侵攻に対して指揮を取りました。首都攻防戦やハルキウ攻防戦など、ウクライナの主要部におけるロシア軍の撃退に成功しました。残念ながら南部戦線においては大きく領土を削り取られたわけですが、これにはロシア側の調略によってウクライナ軍内部で裏切り者が出たなど、ちょっと総司令官としてはどうしようもない部分があったと言えるでしょう。しかし、軍司令官としてウクライナの国家滅亡といったものを防いだことは十分大きな功績であり、国民からの信頼度も高いです。しかし、今回ご紹介したように、ザルジニー氏は決してトランプ支持者でもなければ、当然のようにプーチン支持者でもありません。ですから、たとえゼレンスキー大統領を何とかしたとしても、ウクライナの大統領が親ロシア派になることは、通常の手続きではありえないわけです。この点、プーチン大統領もトランプ大統領も、傀儡政権ができないことを苦々しく思っていることでしょう。そして前回取り上げたヨーロッパの再軍備計画、ヨーロッパの首脳会議は非常に迅速にことが進められました。ウクライナ議論わずか15分、EU 合意形成よりスピード優先に。EU は臨時の特別首脳会議を開いた。トランプ政権との亀裂が深まり、ウクライナ支援でヨーロッパの団結をアピールしたかったものの、ハンガリーが反対。合意形成を重視する EU だが、自前の防衛力強化に向けて待ったなしの状況で、スピード優先の異例の対応が目立った。会議では総額約125兆円の防衛費の増額を見込むヨーロッパ再軍備計画の推進が合意された。計画では財政規律の緩和や最大24兆円の融資などで防衛費を捻出する。一方、ウクライナ支援ではハンガリーが戦争の継続ではなくアメリカと共に平和を目指すべきだと主張し反対。年内に約 4.9 兆円の財政支援などを盛り込み採択されたが、全27カ国ではなく26カ国による支持と明記された。首脳会議では過去にもウクライナ支援をめぐってハンガリーが反対し、午前5時まで議論しても結論が出せなかったことがあった。ただこの日、ウクライナ支援の議論に費やしたのはわずか15分。これまで合意形成を重視してきた EU だが、米欧関係の待ったなしの状況に会議前からハンガリー抜きで議論が進められていた。
トランプ大統領はウクライナへの軍事支援の一時停止を指示。これを受けて、フォンデアライエン欧州委員長は急遽再軍備計画を発表した。もともと検討されていたものだったが、すぐに合意できるよう緊急事態条項を発動。本来通すべき欧州議会での審議を飛ばした。議会軽視との批判も上がるが、緊急性とスピードが大事な局面で、数ヶ月を数週間に短縮できたと強調した。フォンデアライエン委員長を突き動かしたのは、防衛費を迅速に増やしたいという加盟国からの大きな圧力だったという。ヨーロッパの再軍備計画については以前も解説を行いましたが、ハンガリーだけが障害になるという話をしました。そして、そんなことは最初から分かっているんだから、じゃあ、ハンガリーが反対することを前提として、全体としてはもう前進しようと決めたのが、今回のフォンデアライエン委員長の議会での審議をすっ飛ばして、もう首脳会談で決めるという手です。従来平和な時であれば、話し合い、一体いつまで話し合いしているんだという中において、全会一致を進めていくというのが、これまでのやり方でした。理想論としてはそれは非常に正しくはあるものの現実的な手ではありません。そもそもそんな悠長なことをやっていることはできないし、話し合ったところで結局ごねまくって時間を稼ぐことそれ自体がハンガリーの目的であるとするならば、その術中にはまってしまうわけです。必要な時には過半数の意見を大事にするといった民主主義の手法をうまく使い分けるといったことも大事でしょう。ヨーロッパの再軍備計画にこれだけのお金を用意するというのは、あくまでも目標値としての125兆円で、しかもそれが1年で使われるわけではなく、何年間にわたって使われるといったお金の種類です。しかし、従来よりはずっとお金を出すといったことが明確になれば、それに伴って軍需産業に対しては、しっかりとお金が投下されることによって、工場は確実に動いていきます。また、人員を確保することなどにも、これまでの考え方とは変わってくる面があります。ヨーロッパ各国にはすでに徴兵制がある国があるわけですが、かつて徴兵制があったけれども廃止しているという国もあります。それらの中には徴兵制を復活させるべきだという議論が沸騰し始めている国もあります。ですからヨーロッパ全体で予算がつけられるし、政治的にも制度変更が加わられるなど、従来よりはかなり前進が図られることでしょう。あとは、こうしたしっかりと予算付けがされた中で、ウクライナに対する支援、特にアメリカが支援しなくなった分をどれだけ埋め合わせることができるかが今後の焦点となります。予算で言えば、アメリカ一国で 50%、その他の国合わせても 50% ぐらいの割合でした。つまり従来の支援額を2倍にしなければ、アメリカがしていた支援と同じ水準に戻すことはできません。アメリカがウクライナに対する軍事支援を一時的に凍結し、全く頼りにならなくなったわけですから、これからのウクライナ情勢の行方を左右するのは、ヨーロッパがどれだけ本気で支援するかです。というわけで今回は国際情勢気になったニュースなどについて取り上げていきました。ヨーロッパ情勢の話が日本へと飛び火してくるのは時間の問題です。すでにトランプ大統領の発言は第一次政権の時から日米安全保障条約を疑問視していましたし、ヨーロッパに対する注文の付け方から見ても、いずれは日本にも自主防衛が求められるといった日が来ることでしょう。それが分かっているのであれば、注文を付けられる前に日本が積極的に自分の国は自分の力で守れる体制を作っていく、そうした政治改革が必要でしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。日々流れるニュースについての情報の整理総頓をするのに役立てていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。